こんにちは、小助です。今回は来週行く北海道179市町村を巡るドライブ旅2回目かな、2回目の行き先を9時で決めたいと思います。よし、ちょっと遠くに行きたい気分だね。じゃあ引きましょうか。よっ、じゃん。この紫色の紙に行き先が書いております。今回の行き先はじゃんと、近っ、小樽市でございます。僕の実家がある市ですね。ちょっと遠く行きたかったけど、これは車中泊ではなく日帰りでしょうかね。小樽結構行ってるんで、ちょっとどっか行ってないとこも含めて行き先考えて来週小樽行きましょう。翌日になりました。天気はちょっと曇りなんですが、多分小樽行くと晴れてると思うので、いい天気のドライブ楽しめるんじゃないでしょうかね。で、小樽までは今回は一般道で行きます。今朝の5時半で、だいたい2時間ぐらいで渋滞してなければ着くのではないでしょうか。それでは小樽に移動しましょう。じゃあ札幌を抜けて小樽市内に向かいましょう。で、今回179市町村を巡るドライブ旅2日目ということで、小樽のどこを回ろうか悩んだんですよね。っていうのも小樽ってめちゃくちゃ観光地がたくさんある街で、正直1日2日で回れるレベルではないわけですよね。で、小樽見どころ3つあって、1つは歴史で、2つ目が食事、食べ物、3つ目は景色だと思います。で、歴史に関しては本当小樽運河を筆頭にいろいろ見どころありますよね。渋沢倉庫とか、あとは歴史的建造物もあちこちに、堺町通り商店街にもあるし、街中にあります。旧日本銀行とかもありますよね。で、これを見ようと思うと、ほんと全然1日じゃ足りないのと、あと今観光シーズン真っ只中なのでめちゃくちゃ混んでるんだよね。なんでちょっと今日はこの歴史的なのはなしにしましょう。で、2つ目は食事なんですが、小樽は本当港町なので美味しいものたくさんあります。特に海産物が美味しいですよね。お寿司屋さんもたくさんあるし、市場もたくさんあって、海鮮丼もいろんなとこで食べることができます。で、あとはかまぼことかパンジューとかいろいろあるんですが、食事に関しても僕一人だと限度があるので、これもメインにはしづらいということで、今回3つ目の景色をメインに見ていこうかなと思います。ドライブ旅なんで展望台巡りしようかな。小樽坂の町ということもあって、街中含めて結構有名な展望台たくさんあるんですよね。なのでその中でもおすすめの場所、5カ所ぐらい回れたらいいかなというふうに思っています。1カ所目は朝日展望台でも行きましょうか。小樽の市街地を一望できる街中から結構近い場所にある展望台で、街中から近い展望台だと一番有名なところだと思います。前に1回行ってるかもしれませんが、ちょっと改めて行ってみましょうか。そろそろ札幌市内に入ります。こっから先は通勤時間にかぶるとめちゃくちゃ混むんで、早めに抜けたいね。この信号を越えて、あそこだね。ここから小樽市でございます。小樽市のカントリーサインは運河だね。小樽運河がカントリーサインとなっていますね。さあ、小樽市入りました。朝日展望台はこっから山の方に登っていきます。次の信号左だね。で、この坂を地獄坂っていう坂なんですが、
この坂をずーっと登っていくと朝日展望台はございます。でこの辺を右だね。案内もちゃんと書いてあります。朝日展望台はここを右ですね。ちなみにこの道冬は通れなくなるんですよね、もうちょっと先から。なので朝日展望台に行けるのは夏だけでございます。さあここを登ると到着でございます。この辺だね。ここに詳しいことが書いてあります。駐車場はこの後ろだ。ではここに車を止めて行ってまいりましょうか。駐車場はかなり広めでございます。でさっき車止めたのがここだよね。すぐ左に小林滝寺文学碑があって、朝日展望台はここを登るとすぐでございます。ここが小樽の朝日展望台です。おー、気持ちいい。まさに小樽の市街地が一望できる、そんな展望台ですよね。ちなみにここ標高は190メートルとちょっと小高い山にある展望台という感じです。ここからはお冬岬、ずっと先にオロロンライン沿いにあるお冬岬なんかも天気がいいと見えるみたいだね。で目の前にあるのは石狩湾で、小樽の第3埠頭第2埠頭中央埠頭とずらっと埠頭が並んでおります。港町なのでさすがにしっかり整備されてますよね。今日少しもやがかかってますが天気もよく展望台巡りにはちょうどいいんじゃないでしょうか。ちなみにここ夜来ても夜景が見えて綺麗ですね。で街中の展望台だとここ以外にも手宮公園ってよっとあると思うんですが、ここもちょっと小高いところにあって景色見えるんだよね。ここほどじゃないけど見えます。あとはこの辺かな、ウィングベイ小樽の少し山の方に平磯公園っていう公園があって、春だと桜も咲く場所なんですが、そこからもここほどじゃないけど景色楽しめます。この朝日展望台、小樽市街地からも近く気持ちのいいところですよね。この朝日展望台何だったかな、なんかの漫画の中にも使われているらしく、その漫画好きの人の中では聖地の一つみたいだね。最近ちょっと綺麗に整備されてフォトスポットなんかもあります。というわけで1カ所目の朝日展望台でございました。では次行きましょうか。これが小林滝寺の文学碑みたいですね。小林滝寺は昭和の初めから10年代まで
その作家生活は短いものでありましたが、当時の困難な条件と天皇制の弾圧の下で働く人々の解放と平和のために戦い、ペンを持って生涯を革命的に生き抜いたプロレタリア作家であり、彼の文学は抑圧され虐げられている人々を励まし力づけるものでありました。僕初めて来ましたね、ここ。これが小林滝次の文学碑でございます。で、次なんですが、こっから12キロ先の毛無山の展望所に行きたいと思います。少し山の上を登った先にある展望所ですね。では2カ所目、毛無山向かいましょうか。今回の小樽の展望台巡りは歩いては厳しいね。乗り物がないとちょっと難しいと思います。車かバイクが欲しいですね。では毛無峠に入ります。この峠はもうヘアピンカーブの連続なんですよね。なのでバイクで走行するときはめっちゃ気をつけなきゃダメですし、車でもスピード出しすぎると曲がりきれずに事故を起こしてしまいます。で、この毛無峠の道自体は冬でも通れるんですよね。ただ展望所の展望スペースが冬除雪されないので車入れなくなります。なので夏しか見ることができない、行くことができない展望台だと思います。で、この先のヘアピンカーブの先っちょに展望台がございます。結構ヘアピンカーブの向こうから車が来るので右折で入りにくい場所なんだよね。あ、書いてあるね、展望所入り口。向こうから車来るのでめっちゃ気をつけて入んないと危ないですね。さあ到着でございます。2つ目の展望台、毛無山展望所ですね。標高470メートル、毛無山展望所ですね。ここからはさっき見た、ここ朝日展望台ですよね。で、ここからさっき小樽港を見たんですよね。さあ、これが毛無峠からの小樽でございます。小樽の港が一望できますね。ただちょっと木が多く全体を見ることはできないと思います。この毛無峠からの景色は、昼間来ても高いところから小樽市街地見下ろせるので気持ちいいんですが、夜来ると夜景が見えるんだよね。というわけでこの毛無山展望所が本日2カ所目の小樽の展望台でございました。で、次3カ所目なんですが、天狗山行こうかな。天狗山は小樽市街地のこっち側かな。多分この木の向こう側あたりにある山だと思います。上から小樽市街地一望できるんですよね。ちなみにここにもフォトフレームがあります。写真を撮るにもいいんじゃないでしょうかね。気持ちいいところですよね。ここすごいよね。ほんとヘアピンカーブの先端に展望所あるので、右折するとき見えないんですよとても危ない場所だね。ここから天狗山の展望台、天狗山の山頂までは17キロあります。場所自体はそんな遠くないんですけど、ぐるっと回って山を登っていくんですよね。それでは参りましょう。
ちなみに車とかバイクで天狗山の山頂に向かう途中にちょいちょい天狗山っていう案内があるんですけど、ほとんどの天狗山の案内は天狗山のスキー場に行く案内なんだよね。でスキー場と山頂に行く道は違うので、ナビを信じて行った方がいいと思います。で天狗山の山頂へはここを登っていきます。書いてますね、天狗山山頂。そろそろ到着ですね。山頂まではずっと舗装された道なので、どんな車でもバイクでも登ってこれると思います。駐車場だけ砂利道だったかな。到着ですね。でそう、ここだけ砂利なんだけど、駐車場広くて車は止めやすいですね。さあ到着でございます。ここが天狗山の山頂展望台ですね。ちなみにここスキー場なので結構大きい音で音楽かかってるんだよねここが小樽天狗山の第一展望台でございます。第3ぐらいまであるのかな。気持ちいいよね。小樽の市街地はもちろん港も一望できる絶景スポットですね。多分小樽で一番景色いいのはこの天狗山だと思います。市街地をきれいに見たければここがおすすめでしょうかね。ここにもフォトスポット、フォトフレームがあるね。で冬はこのロープウェイで登ってくる感じになります。夏ももちろんロープウェイ使いますね。せっかくなんで展望台全部行こうかな。山頂施設のご案内。今の第一展望台がここですよね。ですぐそこにテラスがあって第二展望台、奥に行くと第三展望台があります。鼻を撫でると願いが叶う鼻撫で天狗山。天狗山だからねここ。お、ここが天狗テラスだね。うわ気持ちよさそうめっちゃ気持ちいいよここ。ここでご飯食べたいね。多分この天狗テラスが一番眺めのいいポイントだと思います。小樽市街地を全体をね見られる場所ですね。気持ちいいね。でこっちに行くと第二展望台があるんだよね。小樽天狗山第二展望台。ここも気持ちいいですね。さっきの天狗テラスがあそこなので歩いて1分という距離でございます。でさらに奥に行くと第三展望台があるはず。あそこが第三展望台だね。第三展望台満天ステージ。眼下には奥沢水源地など他の展望台とは異なる景観がご覧いただけます。北海道新幹線小樽駅もすぐ下に見えるようになるみたいだね。おお、確かにここは他の展望台とはちょっと違った景色だね。
この下に新幹線小樽駅ができるんですね。さっき言った毛無峠はこっちだよね。この辺りの山だと思います。さあ、それでは天狗山一通り展望台を回ったので行きましょうか。というわけで、小樽で一番多分景色が綺麗な天狗山の展望台でございました。当然ここ夜景はめちゃくちゃ綺麗で、函館、札幌、そしてこの小樽が北海道三大夜景ですよね。札幌は藻岩山が有名かな。で、小樽はこの天狗山で、函館は函館山からの夜景が有名でございます。あまりに暑いのでアイスコーヒーを買ってまいりました。じゃあここで飲みましょうか。さあ、それじゃあいただきます。美味しい。かなり苦めの香りの強いコーヒーだね。ここ小樽市街地見えて気持ちいいんですが、あっちの海の方も綺麗だね。札幌の藻岩山展望台も綺麗なんですが、小樽は海が見えるので自然と建物のバランスがいいよね。じゃあこの後は宿津行こうかな。あそこだね。ちょうど今見えているこの辺にある宿津パノラマ展望台に行きましょうか。一旦山から降りてずっと海沿いを走っていく感じだね。ではさっき見えた宿津のパノラマ展望台2番の場所ですねに行きたいと思いますが、その途中南樽市場によってお昼ご飯買ってから行きましょうか。南樽市場までは10キロ、そこから宿津までも10キロちょっとぐらいでしょうかね。じゃあ行きましょうか。もうお腹空いちゃったんで南樽市場で何か買っておきましょう。さあ、南樽市場に到着いたしました。じゃあ南樽市場でお昼ご飯買いましょうか。予算2000円ぐらいで海鮮丼作ってみようかな。さあ買ってまいりました。一応予算2000円で刺身を買ったので、これを乗っけて海鮮丼にしたいなと思います。普通に小樽の飲食店で海鮮丼食べると2000円前後からっていう感じだと思うので、同じぐらいの価格で刺身を買っております。じゃあここでご飯は食べれないので、小樽の宿津パノラマ展望台に移動しましょう。だいたい9キロぐらいとなっています。海沿いをずっと走っていく感じですね。このフェリーターミナルの奥に公園あるんですよね。そこでご飯食べましょうか。この辺に公園の入り口があったはず。あった分かりづらいよね。ここが公園でございます。ではご飯にしましょうか。今日は小樽で海鮮丼食べる気満々だったので、電子レンジも持ってきております。小樽の海鮮丼は本当観光地価格の場所が多いので基本高めなんですよ。だけど港町なんで市場行くと魚は安く売ってるんだよね。なので小樽で海産物食べるときは、僕のおすすめは市場で海産物を買ってで車で海鮮丼にするというのがおすすめかなと思います。ご飯ももうできたね。じゃあこのゆめぴりかを
酢飯にしていきましょう。でここにすし酢をかけます。で今日買ってきたお刺身がこの3つでございます。確かこのホタテが貝柱5個入ってよっと800円だったと思います。かなり大きな貝柱5個で800円ですね。このおっと崩れちゃってるね。このお刺身がサーモン6切れで250円。最後がこれがトロ800円です。結構入って800円だね。なんで合計1850円にご飯2つなんで、まあ大体2000円の海鮮丼かなと思います。ちなみに今回南樽市場中撮影できないんですが、それぞれのお店で買ったところで写真撮っていいですかって聞いて何枚か撮らせてもらいました。まあ今写真で見てるような感じで、普通の魚も売ってるし、柵の刺身も売ってるし、こういう切り身も売ってるんですよね。でいろんな種類あるので、食べたい刺身を買って、まあ、こうやって車で乗っけて食べることもできますし、中の食堂で海鮮丼作ってもらうこともできます。では乗っけていきましょうか。三色丼だね。ちなみにホタテはカットせずにもう丸まんまボロボロ乗せていきます。なんか刺身用のホタテ20個ぐらい入って1500円とかでも売ってたんで安いよね。うわ、これは豪華だね。さあ完成いたしました。めちゃくちゃ重たいですよ。どうだろう、1キロぐらいありそうだね。超特盛り海鮮丼2000円でございます。上のネタだけだと1850円だね。じゃあいただきましょうか。これ醤油をバッとかけて食べようかな。では中トロからいただきましょう。いただきます。うまい。あ、中トロじゃない、トロだね。すごい脂乗ってますよ。じゃあ僕の大好きなホタテもいきましょうか。めちゃくちゃ肉厚で大きいです。おー、うまい。甘いね。この小樽は昭和初期にかけてニシン漁とともにホタテ漁も盛んだったみたいだね。でこれから行く宿津沖でホタテの養殖試験を1979年に開始し、1982年に養殖の事業化に成功。漁協を通じてオホーツク海などの別の海へ送られて、まあだから大人気のホタテはこの小樽の違いから育ったホタテかもしれないというふうに書いてありましたね。本当この小樽のホタテは美味しいんですよ。シャコとかもあればシャコの刺身とかも買いたかったけどなかったね今回ね。ごちそうさまでした。もう満腹でございます。いやしかしコスパの高い海鮮丼でしたね。ではこの後は宿津のパノラマ展望台向かいましょう。今走っているこの道は運河の一本裏側の道で、左にある建物のすぐ向こう側が小樽運河なんですよね。なのでここ曲がるとすぐ運河が見えますね。で宿津に行くにはこの小樽運河の裏を通って行きます。でこっちかな。で小樽水族館の脇を登っていくと到着でございますね。ここが宿津パノラマ展望台でございます。
よし、じゃあ行きましょうか。ここはもう小樽の超有名展望台ですよね。試掘パノラマ展望台。ここから見えるあの建物がニシン御殿でございます。あの赤い屋根の建物ね。でそのすぐ手前に小樽水族館があるんですよね。でこっから見えるあのホテルがノイシュロスかな。すごいいい立地のホテルですよね。海が一望できるホテルでございます。いやいや気持ちいいね。海も青い。あ、ここにも小樽フォトフレームがある。結構あちこちにあるね。いやこの展望台も気持ちいいよね。ちょっと今までの小樽の街並みを見る展望台と違って海をぐるっと見渡すことができる展望台でございます。気持ちいいね。お、なんか気持ちよさそうだね。いいな、乗ってみたい。水上バイクでしょうかね。ではこの後はあの灯台に向かってみましょうか。ニシン御殿とそのすぐ上にある灯台に向かってみたいと思います。あそこにも駐車場あるんだよね。さあそれじゃあ行きましょう。すぐ近くだね。 2,3 分のところに駐車場はございます。僕はあの展望台の先まで行ったことないかも。上から見たことしかないかもしれないね。でそう確かここを入っていくはずなんですよ。合ってるかな。ここかな。ここに車止めてニシン御殿に行けます。じゃあニシン御殿に行ってみましょうか。灯台はこっから行くのかな。小樽といえばやっぱりニシン漁で栄えた町なので、ニシン御殿は有名な観光スポットの一つかなと思います。ニシン御殿って書いてるのかな。入場料は300円となっています。せっかくなんで見ていきましょうか。2階客間隠れ部屋。おお、いや気持ちいいね。日本海ニシン番屋津。ここの下に隠れ部屋があったんだね。めっちゃ太い針で囲まれてますね。でなんであったかっていうのは謎らしいですが、現金の保管場所とか、あとは身を守るためにあったと言われているみたいですね。
大日本海陸全図かな。四国とか九州もちょっと形違うけど、でもまあ見たら四国九州って分かる形ではありますが、北海道だけちょっと原型とどめてないね。さあそれじゃあここ上に登って東大行ってみましょうか。受付で聞くと駐車場の横の道を登っていくみたいですね。ちなみにさっきの縮図パノラマ展望台はあそこです。ノイシュロスがありますよね。多分ここだね。ここを登っていくと灯台なんだと思います。こっからは景色が見えそうだね。おお、気持ちいい灯台はあそこにあるね。さあここだね。これがさっき見えた小樽港の玄関口灯台、日和山灯台でございます。明治15年に開通した幌内鉄道の石炭積み出し港として発展したことを受け、明治16年設置されたということですね。結構まだ綺麗、塗り直しているにしても綺麗に整備されている灯台ですね。暑い。今日暑いね。さあここが今回の小樽展望台巡りの5つ目かな。日和山灯台からの景色でございます。基本的には縮図パノラマ展望台と同じような景色になりますが、より海が近く見えて気持ちいいんじゃないでしょうか。ニシン御殿と一緒に来られる場所ですね。さあそれではそこの先端も行ってみよう。こっちから先端に行けるっぽいよね。結構草に阻まれてますが、よっと、マダニ要注意だね。今日晴れて本当良かった。気持ちいい展望台巡りになってますよ。おお、石狩の方までずっと見えるね。あっちの方が小樽港だよね。多分陸地の向こう側が小樽港で、ずっと海沿いオロロンラインを北上していくと辺が石狩だと思います。なんか灯油タンクかガスタンクみたいなのがあるよね。さあというわけでここ5カ所目縮図の灯台展望台でございました。ここは縮図のパノラマ展望台とセットで4カ所目ということでいいかもしれませんね。ニシン御殿も面白いので、小樽来た時はぜひ立ち寄ってみてください。当時の様子がすごくよくわかる資料館となっております。人も少なめですね。さあそれじゃあ行きましょうか。そろそろ展望台巡り最後なんですが、最後やっぱりおたもい遊園地跡でも行こうかな。それでは今回ラストの展望ポイント、おたもい遊園地跡に行きたいと思います。こっから 7.7 キロですね。ここの食堂、ほらニシン焼いてる。めっちゃ美味しそうニシン串に刺して焼いてましたね。ここも結構有名なお店ですよね。観光客で混んでるお店だと思います。
ちなみに今の宿窟の展望台は夜はあんまり面白くないと思います。真っ暗で何も見えないんだよね。ニシン御殿がライトアップされているかもしれませんが、基本は昼間に行った方が青い海が見られて気持ちいいとこですね。で次に行くオタモイエンチアートも昼間行った方が気持ちいいと思います。というよりも夜は怖くて行けない超有名心霊スポットなんで夜は行かない方がいいね。でオタモイ海岸がここを左曲がってすぐ右だね。ここですね、オタモイ海岸で、ニセコ積丹小樽海岸国定公園オタモイ園地。昔は日本中から人が押し寄せた超有名なリゾート地だったみたいですが、今はもう何もないよね。さあ到着でございます。車もおりますが2台だけですね。では行ってまいりましょう。本日最後の目的地オタモイ遊園地跡でございます。すごい広い敷地でございますが、ほぼ誰もいませんね。で見ての通りここ基本この辺全部通行禁止で海岸まで降りていけないんだよね。じゃああっちにあるオタモイ園地跡も見てきましょうか。で今車止めてるところもそうなんですが、この奥にずっと遊歩道があって、奥には当時そこには崖にそびえる夢の竜宮城が存在した竜宮閣でございますがあったんですよね。夢の里オタモイ遊園地と竜宮閣。かつてこの場所には夢の里と称されたオタモイ遊園地がありました。北日本随一の経済都市と呼ばれた昭和初期の小樽を象徴する行楽地、料亭食堂演芸場海水浴場などがあり、中でも高級料亭竜宮閣は小樽屈指の名所となりました。渓谷。平成18年3月30日にオタモイ遊歩道周辺で大規模な土砂崩れなどが起きました。絶対に遊歩道を通行したり近づかないでください。ここ多分昔のオタモイ遊園地跡のオタモイ遊園地の入り口だったんでしょうね。すごいよ、めちゃくちゃ賑わってますよ。でこれが竜宮閣の棟上げすごいとこに建てたよね。でこれの跡が今でも残ってます。今日は遠くまで撮影できるカメラを持ってきております。ズズズズズっと、おっとこの辺かな。ここに竜宮閣の入り口があるよね。地図で言うとパンフレットのこの門みたいなこれね、ここが今映ってるとこですよね。だいぶ色あせてる感じはしますが、でその右側よっと、ここに多分竜宮閣があったんでしょうね。竜宮閣の手すりの部分かなが今もここから確認できます。多分見えてるのはこの辺の端っこじゃないでしょうかね。ここが当時の一大リゾート地オタモイ遊園地でございます。あの奥にほんのわずかだけ当時の痕跡が
残っているわけですね。というわけで今回179市町村をめぐる北海道ドライブ旅2日目2カ所目でございました。2カ所目はこの小樽ですね。小樽の展望ポイントを今日は巡ってみました。どこが好みだったでしょうかね。僕は結構このオタモイ遊園地跡とか好きなんですよね。まずとても静かだということと、景色もすごくいいですよね。特にこっからの景色なんかはかつてのリゾート地というだけあって絶景だと思います。で、あとは僕、天狗山もやっぱり気持ちよかったね。天狗山は冬ロープウェイで登ることができますし、夏も車、そしてロープウェイで登ることができます。で、上にはテラスもあって、すごく気持ちのいいところですよね。あと静かな展望台といえば、一番最初に行った朝日展望台もそうですよね。あそこも小樽の市街地が目の前に見えて、ちょっとこじんまりした展望台ではありますが、静かでとてもいい場所だったように思います。海が好きな人なら至屈の展望台でしょうかね。至屈の展望台と日清御殿に行くのもなかなか楽しいんじゃないでしょうか。というわけで、小樽を観光するときは好みの展望台に行ってみるといいんじゃないかなと思います。全部回ると5、6時間かかるので、好きな場所1箇所か2箇所が良さそうですね。では今回の動画はここまでとなります。また次回の動画をお楽しみに。